さて、昨年からデモ版が公開されている MMO 風アクション RPG が日本語対応したとのことで、今回はシル&ザ・フェイディング・ワールドの紹介を行います。こちら言うなればディアブロ系戦利品を採用した MMO のボス戦中心で遊べるハクスラゲーです。同じコンセプトのボスラッシュ作品は世にありますが、こちらはワールド・オブ・ウォークラフトという人気オンラインゲームのような感触で遊べるのが売りであり、なおかつレアリティやランダム性能のついた装備集めを同時に行います。売りは何よりもボス戦の難しさとその攻略の楽しみにあります。地面に多大な範囲攻撃を放ってくるので、針に穴を通すように隙間をくぐり抜けつつ攻撃します。加えて MMO はスキル連打系が多く、状況に応じた技の発動が求められます。被弾前提で距離を取らないと大ダメージを受ける範囲技なども飛んでくるため、ライフゲージにも逐一注意が必要です。また MMO はマウスキーボード主体の操作にもなりますが、使うスキルの数が多いと操作も難しくなります。WASD で移動するのに技は数字キー1から5といった押すのも難しい位置にあるので、なるべくゲームパッドに操作を割り振った方が快適に遊べます。あまりに難しい場合、難易度設定があるほか、事前にボスの情報は見れます。どういう技を使うかなど書かれており、全く避けれないスキルはヒントが見つかります。現状デモ版ですが、1体のボスがかなりの多彩な技を使うこともわかるくらい、ドキュメントもしっかりとした内容になっています。倒されてしまってもすぐボス戦前からプレイし直せるので、いずれ体で覚えられます。一度攻略法を覚えてしまえば、難しかったボスも比較的楽ちんに倒せるため、あとはファーミングの時間です。延々と同じボス戦を繰り返し、より良い戦利品を得たり、タイムアタックに挑戦したり、あるいは後に同じボスが出てきても対処できます。といった攻略とループをまず楽しむ作品と言えます。ボス戦までの道中には雑魚敵も配置されており、そこでレベリングや装備集めも可能です。強いボスに対しては育成して無理やりゴリ押しもある程度可能かとは思います。装備のレアリティはレジェンダリーの上にミシカルもあり、特殊性能付きの装備やソケット穴も漏れなく用意されています。現在の開発規模はどれくらいかはわかりませんが、元は双子の兄弟で制作が始まりました。ワールド・オブ・ウォークラフトとディアブロ風アクション RPG、そして強敵のボス戦を組み合わせたら面白いんじゃないかということでプロジェクトを立ち上げたそうです。よって美術面は最低限の簡易的なものですが、エフェクトやヒット感触はしっかり作られており、敵を殴るだけでも快感を得られます。まだデモ版のみですが、97% に好評、240件ほどの超高評価であり、今年8月にキックスターターも始まっています。この手のジャンルが好きで応援したい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。そのデモ版は昨年公開され、今までにアップデートも結構行われ、画面 UI なども以前と変わってきています。プレイヤーのライフゲージをいかに見るかが重要であり、前はもっとディアブロ寄りでしたが、現在はバー状態になっていたりと、色々模索されていそうです。合わせて先日9カ国の言語対応がなされ、日本語も追加されました。より入りやすくなっているため、面白そうと感じた方は、Steam でダウンロードして遊んでみてください。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。シル&ザ・フェイディング・ワールド。日本語対応とのことで。では初めから。まずはキャラクターの作成。ウォーリアー、ローグ、シャーマン。デモ版ではローグは使えないようですね。じゃあシャーマンにしてみようか。魔法使いか。で、さらに、二つ目、専門職。三つありますが選べるのは一つ。現状、ソウルバインダー。幻影系。これは炎で。一番右はなんだ嵐か。これですね。で、難易度選択。冒険は初心者向け。ヒロイックは本格的であると。ではこれでいきましょうか。さあ始まりましたが、ゲームパッド効きますね。カメラ操作も可能だ。これは主人公か。まずはクエストかな。新しい仮面。ブラックマスク。仮面がキーなのか。なんだ刀が離してるぞ。ブラックマスクに喋るけ。というわけで、右上のミニマップ。道沿いに行きましょう。ダッシュを切り替える。これダッシュか。戦闘中は突進になる。体当たりできんの？ぶつかってみるか。おら！勝手に近づいたら切りましたね。切るは自動なのこれ。で、マスタリーを開く。パッとじゃ開けない。マスタリーツリー。上から取っていくんですかね。魂のエンジン？でも現状は取れなさそうだけど。こっちはなんだ？レベル2で解放。これはデモ版では使えない。これを取りつつ、こっちも選べんのかな。
で、ここになんか設定できそうだよね。あれ ?1 ポイント増えてるな、いつの間にか。これで取ったことになったのか。ソウルバインダー。ソウルがリソースであると。選べましたね。1に設定された。で、さらにレベルを上げることで、このスキル自体の性能が変えられるのかな。1で、なんか投げ払いですね。で、画面中央下のゲージを使ってますね。焦げた森。森が焦げている。で、そこら辺を壊していくか。あら敵かな。暗い。さあ、投げ払い決まった。攻撃は、マウス押しっぱなしでいいのかな。こいつは強いね、随分。さあ、一体倒して、なんだ紫のゲージが。敵の攻撃かな。これ取るには、R。なんか発見しましたね。砕けたキトラ。武器か。インベントリーアイ。ここで装備できる。ディアブロライクになってますね。ライトクリックで装備。不要品は解体とかできるのかな。他には鎧にアミュレット指輪一つ。これはレリック。異物。特殊性能系ですね。装備中に左クリックで。レリックウィンドウ。あ、なんか出てきた。なんかはめられるっぽいけど。マップは全部立体的ですね。下から倒していこう。ほら。やっぱまあ通常攻撃は自動で撃ってくれますね。敵に向かって。逃げながらでも敵の方向撃ってくれるかな。バンサバみたいにね。だから楽ちんですね。技を使いたいとき押せばいいんだ。ライフは結構減りますね。R で一括回収かな。アリに金か。全回収。背景は壊してくれないのかな。自動ではね。敵が結構どんどん出ますね。1の技は、倒した。レベル上がった？全部はロックがかかっている。デモ版ではいけない。結構道があるのかな。レベルが上がったっぽいけど、ステータス割り振りみたいなものは自動かな。で、明治系の職業を取りましたけれどね。今んとこかなり剣使いだよ。ウォーリアー風になってる。シフトで移動することも重要なのかな。一応クールタイムありますね、シフトは。どっち側に使えるのかな。戦闘はとても軽快ですね。これはなんだ？操作する。ファーストトラベル。ウェイポイントか。どこに飛ぶんだこれ。でも、現在ここかな。さっきの上にも行ってみたい感じもするけど。あっちになんかあるな。びっくりマークが。で、敵はまた湧いてますね。どんどん湧くんだ。スペースでジャンパーできますね。特にジャンプ切りとか、専用モーションなさそうですが。で、ここだね。これは廃棄場。絶対に入るな。開発者の上も、開発者に入るなんて言われた。新規クエスト。現在閉まってますね。8から12ってなんだ？レベルかな？適正レベル的な？で、画面中央下に、ライフと、なんか緑色のアイコン、風マークみたいな。なんだろうね。と、下に降りて、お宝奪うか。落下ダメージはなさそうだね。気づかれてないか。お！ちょっと強めだね。範囲攻撃してくる。いかにも MMO っぽいですね。これは。ライフ回復技は今んとこなさそうだけど。ギリギリだな、これ。あ、9で回復？使ってみた。画面中央下の緑色は、回復ポーション、代わりだったのかな。切ることで回復してる？さらに回復。さあ倒した。これは、レアかな。装備品ですね。レベル3、プラス2スキルって書いてあるね。スキルポイントでも手に入ったの？入ってないな。さらに報酬、アミュレット狼。スキルが、プラス3。何スキルが？とりあえずレベルが上がって、次は取れそうだね。もしくは、二つ目なんかはめられる？フェイトバンドストライクは、ソウルパワーを生成。エコー攻撃にも同様に適用。エコーってなんだ？もしくは、10秒間ソウルパワー生成量を増加させる。あるいはこっちを取る。魂の回収。堕落の注入。召喚獣ダメージ。虚無ダメージが上がるか。で、二つ目なんか取れんのこれ。宣告。虚無ダメージ。あるいは、黒曜石の狂乱。範囲技かな？さらに、主人公、バフ？この効果は無限に重複する？すごそうだけどこれ。暗い。使ってみましたが、どうかな？無限に強くなっていくのか。これは？復帰ポイントかな？なんかここら辺取れる？実は。取れそうな表示になってんだよね。あ、取れるね。どういうことだ？この右側は。レベルに応じて取れるって話か。右側は。左とは関係なしにね。
あまり技が多いのも大変だから、パッシブ系が欲しいけど。今取ったのは、召喚魔法でいいのかな？これが召喚 ?3 で再生成。まだ画面これ、結構いろんなとこ見る必要あるからね。慣れるまでは大変ですね。こいつは、ボスかな？お、すげえ。レーザービーム放ってるけど。危ない。奴の下のゲージが溜まると。なんか発動する。うわー、なんだこれ。激しい。しかしなぜか無傷である。こっちは今んとこ。うおー！ジャンプも必要になるのかな、これ。この攻撃を避けるためにはね。この不規則な攻撃。あいた！あー！一発がでかかった、実は。かなり強いな。これは、ディアブロ3の初期のね、ベリアル戦あたりをフォースさせますね。地面の排攻撃。ああ、プレイヤーの上にライフゲージ表示とかがあれば、まあ、もうちょい注目しやすいのか。体力ゲージをね、見るためには結構画面下を見る必要ありますからね。で、ライフゲージ表示が以前のディアブロライフ形式から変わってます？スクリーンショットとかではもっとね、恒例の丸い表示だったような気がするんだけど。とりあえず倒した。剣がやってくれた。さあ、報酬。指輪。鎧。なかなか良さげですね。3から8。やはりこれは、レベルっぽいね。レイドジャーナル。強力な母戦。敵は3体いんの？黒曜石の巨人。右側なんだこれ。報酬とかかな？何が得られるかみたいな。お、エピック色の上にさらになんか真っ赤なレアリティがありますね。エピックはこっちか。エピックの上のさらに上みたいな感じ？これはレジェンダリー色かな。レアリティは相当用意されていそうだね。敵の攻撃特性もここで見れます。結構あるぞこれ。どうしても避けられない攻撃が飛んできたらね、これを読むといいんでしょうね。とりあえず向かってみよう。クエスチョンマーク。タウンポータル。N でいつでも戻れるのかな？あ、拠点っぽいね、ここは。マップを確認してみるか。現在地は左上。道中いろいろ通過して3体のボスがいるのかな？ここが解放されましたね。属性スロット。とりあえず左。他にこれも使えるようになった？ 5 レベルで。真ん中のみ使える。これも召喚技かな？召喚だらけなんの？読んでみよう。なんだこりゃ。よっ。いますね。あ、すでに召喚されている。戦闘中にもう一回4を押すことで、今みたいな範囲技使ってくれんのかな？さあ、はじめの母戦かな？リチュアリス。30秒間 40% の加速効果。クールダウン5分。ボスと交戦するためにリセット。いけ！暗い！うわー！基本は避けまくり。なんだ？これ敵の攻撃かこれ。うわぁ！甘い。縦破壊。なんだ？ああ、やばい。うわ！体力一気に。すげえ。うわー！なるほど。これは、苦戦しそうですね。縦破壊って何？ジャンプ？ああ、ジャンプ。ちゃんと教えてくれた。叩きつきはジャンプで勝つと。結構逃げ回るだけじゃダメっぽいね。誓って積極的に殴らないと。その代わりこういうジャンプが必要になってくる。うわー、タイミングが。うわー！まあ、激励だ。暗い。ハイ攻撃。縦破壊。なんだ縦破壊って呼んでる。真ん中の範囲がどんどん広がっていくんだけど、これどうしたらいいの？こういうギミックなの、これも。うわー！何これ！足場がどんどんなくなる。ここの雑魚敵はもう復活しませんね。はじめの森は復活すんのに。お宝はスポンしてる。あれ？なんか、すっげえいろんなの入ってんだけど。めちゃくちゃいいものだらけだ。これで勝てそうな気がしてきた。もうちょいだ！いけー！ほらー！あー！やったー！強敵だった。倒したが？あれが報酬か。あ、2つあるぞ、なんか。ナンパ師。お守り。取得範囲が増える。さあ、更新しましょうか。ナンパ師。ベルト。ブーツに兜。商人がいた。買うこともできそうだね。ランダム？ギャンブルなのか。レジェンダリーのその上。継承品質。売却がコントロールか。ここで売れますね。あ、ここで一括売却できるんだ。で、ここで、これ、レリック。ここにはめられるのかな、もしかして。ヒット時 10% の確率。大きな地震を発生。クールダウン5秒。
ハマった。他にもいっぱいあるね。ソケット可能。装備品にはめられるっぽいんだけど。ソケット穴が必要なのかな。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。